どうも、きつね丸です。今日はバッファローのこちらの製品をレビューしたいと思います。と言っても、これ何の製品か全くわからないですよね。私も思い切ったケースだな、パッケージだなと思います。実はこれ、バッファローが最近出した、半固体電池のモバイルバッテリーとなってます。ネット販売限定なので、ここら辺、製品の写真なんかが書かれてないんですね。非常に割り切ったケースだなぁなんて思いつつ、ちょっとかっこいいケースだなと思ってたりもします。これはもちろん店頭に並んでたら、何売ってるんだこれっていうになっちゃいますけどね。それでは、このレビューをするクラカツを今日はしていきたいと思います。レビュースタートです。はい、こちら開封していきましょう。一番上にシールが留めてあるので、こちらを開けていきます。この中を開けてみると、これはどうなってるんだ。ここですね。こちら側にこうなって、バッテリー本体がまず入ってました。その下に、取扱説明書が入ってますね。BMP-BSA10000シリーズ。白と黒があったのですが、今回はこのように白モデルを選びました。製品の、取扱説明書はさすが日本のメーカーです。日本語でしっかり書かれております。特徴としては USB Type-C ケーブルが内蔵になっているので、ケーブルを忘れたということが起きないというのがいいところですね。あと、それとは別に USB-C ポートがもう1個ついているのと、液晶パネルによってバッテリー残量の表示とか、チャージ中の、急速充電をしているかどうかとかが分かるようになっています。で、4は電源ボタンですね。あと、パススルー充電機能が対応している。あと、低電流モード、Bluetooth のイヤホンとか、そういった少ない電流で充電をするやつの用のモードですね。これをしないと、勝手に充電が終わったと思ってバッテリーが、一定時間で電源オフにしちゃうんですよね。意外と覚えておくと便利なモードです。で、ちゃんと廃棄時の注意として廃棄の仕方も書いてあるのは非常に親切ですね。近くに、家電量販店などでは結構回収をやっているところは多いですので、どこかなと思ったら家電量販店にとりあえず相談してみるのが一番いいかななんて思います。それではこちらの方を開けていきます。おー、バッファローの。ちょっと真っ白かと思ったら若干ラメ入りの、どちらかというとシルバーに近い白になってますね。で、ここにボタンがあって、液晶があって、USB-C ポート。これはストラップになる USB-C ケーブルですね。引っ張るときにはちゃんと抜けないようになっています。使うときには押せば、このように、ケーブルと分離できます。戻すときは引っ張る。ここに、装着して引っ張ると。この抜けない仕組みもいいですね。あとはここにケーブルちゃんと保護の、がついているので、断線対策は考えられています。で、合計容量は 10,000mAh、5000mAh セルの2つ使っています。で、入力は、MAX30W、出力は、1つのポートで MAX30W、デュアルポーツ、USB-C 両方を使うと MAX15W になるみたいですね。2つ使うと 15W に減るんだ。ずいぶん減るな。この辺もちょっと後で検証してみましょうか。というわけで、次はですね、サイズや重さをちょっと測ってみたいと思います。それでは、サイズの方を測ってみたいと思います。まず、バッファローの、ロゴを信じて、こちらを縦とします。縦74ミリ。横はこっちの方がいいかな。横、116ミリというところですか。厚さは15.4ミリ。なので、割と標準的な厚さではあるかなと思います。持ちやすい、手に持ってこれぐらいですので、非常に持ちやすそうな
サイズ感ではありますね。ではちょっと重さも測ってみましょう。さあ、重さは何グラムか。よいしょ。202グラムありますね。200グラム超えなのでちょっと重めではありますが、でも1万ミリアンペアだったら妥当なのかな。ちなみに iPhone とのサイズの違いはこれぐらいです。これ iPhone17 Pro ですね。それとのサイズはこれぐらいで、横幅がほぼ iPhone と同じぐらい。いや、ケースつけた状態での iPhone とほぼ同じぐらいなので、ちょっとわずかに大きめになりますかね。で、縦としてはちょっと下がカメラ位置からちょっと下にはみ出るぐらいですか。このサイズだったらなんというか、マグセーフ対応しててでもよかったのにな、なんてちょっと思ってたりはしますね。はい。はい。それでは、こちらの方、次は充電をして、その性能の方がしっかり出るかどうかのチェックをしてみたいと思います。リチウムイオン電池がどのように発火してしまうかっていうものを、簡単に説明したいと思います。大まかに言ってしまえば、リチウムイオン電池の中のプラス極とマイナス極というのがあって、これが金属の棒が2本入っています。この棒同士がくっつくと燃え出してしまいます。というのが、リチウムイオン電池が発火する流れですね。一つの流れです。で、もちろん、ちょっとしたことでくっつかないように、セパレーターというものは電池の中に用意されていて、プラス極やマイナス極が揺れたとしても、このセパレーターで邪魔されて、くっつかないようにちゃんとなってはいるんです。なってはいますが、セパレーター自身は、言ってしまえば布みたいなものでできているものなので、例えば電池が何かに大きなものにぶつかってこういうふうにへしゃげたとします。そうするとここの電極マイナス側の電極が例えばこのセパレーターを勢いよく当たってぶつかってしまって破ってしまってプラス極と触れてしまうことが起きる可能性があります。そうすると、中で短絡っていう現象が発生して発火してしまいます。他にもですね、落としてもいないしぶつけてもいないなのになぜか、発火してしまうっていう事故がこの頃相次いでいますよね。それはどういうことが起きているのかって言いますと、実は使っているうちにここにどんどん、リチウムイオン電池っていう風な名前がついているだけあって、ここにリチウムの金属がどんどん結晶化してくっついてしまうんですね。使っているうちにどんどんこれがくっついて塩の結晶のようにどんどん大きくなっていきます。ちっちゃい、しかも鋭利な感じでずっと大きくなっていってしまうので、場合によってはこのセパレーターを突き破ってしまうことがあるんです。この突き破った状態で何らかの軽いショックを与えてしまったり、成長がどんどん進んだ結果、プラス極にくっついてしまったりすると、もちろんリチウムも、金属ですので、マイナス極とプラス極がくっついた状態と同じになってしまいます。そうすると、結局のところ発火してしまうということなんですね。これが使っているうちに発火してしまうことがあるっていう条件の一つです。他にもあるんですけれども、基本的には、この2パターンが多いですかね。他にも極端な熱を与えるっていうパターンもあるんですが、それは省略しておきます。そういった現象が起きているので、中ではそういった現象が起きているので、リチウムイオン電池は、燃えやすいというふうに言われています。しかも燃えやすいゆえに消えにくいんですよね。消す時の注意というか、燃えた後の注意なんですが、よく例えば、着ているジャケットでバンバン叩くとか、靴で踏むとか、そういったことをすると消えると思うじゃないですか。なんですけれども、実は燃えているリチウムイオン電池の中では、この電解液っていう、リチウムイオンの液体ですね。電気が溶けてる液、電解液です。で、ここから
可燃性、熱によって可燃性のガスが出てしまいます。すみません。ちょっと可燃の念、思い出した。むちゃくちゃな字になってしまいましたが、可燃性のガスが出てしまいます。要するに燃えるガスですね。プロパンガスとか、ああいう感じのものを、プロパンガスというか、日常的に使う、想像するガスっていうのを、想像してもらっていいと思います。プラス、さらに、このプラス極からですね、実は熱によって酸素が出てしまいます。酸素っていうのは、物を燃やす物質と言えばいいんでしょうかね。物が燃えるためには酸素が必要です。で、実際に消火にあたってジャケットでバタバタしたり、上から踏んだりするっていうのは、この酸素をなくすっていう、動作が行うために、やっているんですけれども、リチウムイオン電池には自身から酸素が発生させられてしまうので、酸素と、可燃性のガスと、で、今燃えている熱、この3つが揃っているので、自分だけでどんどん燃えてしまうんですね。そういったことがあるので、よく言われるのは、燃えたら土鍋に入れろとか言われるのは、そういうことです。燃え尽きるまで待つしかないっていうのが基本的な、消火までの方法なんですね。なので、非常に危険なものを持ち歩いているということは、念頭に置いといて、本当にいただきたいと思います。これを聞くと、やっぱり飛行機の中で規制されるのもわかるんじゃないかな、なんて思うんですけど、どうですかね。わかりましたでしょうか。ちょっとでも理解していただければ嬉しいです。それではですね、半固体電池っていうのはなぜ安全なのかというのをお話ししたいと思います。ただ、お話しする前に一つ残念なことを言ってしまえば、確かに安全なんです。安全にはなっているんですが、意外と弱点は全く同じなんです。このマイナス極とプラス極がショートしてしまえば、燃える可能性は十分にあります。ただし、それが、ショート、つまりくっつかないようになるべくしているっていうのが、この半固体電池の特徴なんですね。例えば先ほどお話ししたように、使っていくうちに、ここに、リチウムの結晶がついてしまうというふうに、言っていましたが、これがこの半固体電池によって、この電解質がゲル状になることで起きにくくなっています。なぜかというと、ゲル状っていうのはほぼ固体じゃないですけど、水のようにサラサラしてないですよね。なんかちょっと固まってぐにゃぐにゃしているという感じになっていると思います。これって液体的には安定しているっていう風な言い方をするんですけれども、中の原子とかが動きが制限されているっていう状況になります。水のようなものだともうあっちこっち自由に動いちゃうんですけども、ゲル状にすることによってその動きっていうのが制限されます。そのため電極のところにつく結晶も制限されるというか、つきづらくなるんですね。そのためこの結晶がどんどん成長して突き破っていくっていう可能性がかなり、なくなっています。他にもですね、ゲル状っていうのは、安定しているってお話しした通り、電池を使っている時の発熱量も下がってます。これも、中で、リチウムイオンが自由に動き回らないようになっている、動き回りにくくなっているっていう効果なんですね。効率よく発電できるようになって発熱が低くなっています。そのため使用中に熱が溜まりすぎちゃって、発火の原因になってしまうっていうことが防げます。ただやはり、ここのプラス極マイナス極がくっついてしまった場合や、あれですね、発火とかまではいかないんですけれども、このゲル状になった電解質の、熱による劣化っていうものは、従来のリチウムイオン電池と変わらず、発生します。例えば70度、80度
にもなるような車のダッシュボードに置いておくと、夏のダッシュボードに置いておくとか、長時間大容量の充電を続けるとか、そういったことをしてしまうと、劣化が早くなるということは十分ありえますので、その辺はご注意ください。ただそれによって発火するっていうこと自体はかなり軽減されています。そういう意味では安全なんですね。半固体電池については、そんなところでしょうか。それではですね、用意したこちらのテスターを使って今回のモバイルバッテリーがどの充電モードに対応しているかなどのチェックしてみたいと思います。はい、では急速充電の自動リストをまずチェックしてみます。はい、PD3.0 PPS33W まで対応しているということが分かります。30W 出力マックスなのに対して 33W って書かれているのはおそらく PPS を使った時の最高出力のことでしょう。それをちょっともう一回細かく見ていきたいと思います。PD 出力がどういった出力ができるのかをチェックをしてみたいと思います。利用可能なものに、そうですね、15V 2A で 30W がフィックスで出ています。これは固定の、電圧ですね。で、PPS を対応していて、PPS が、16V の 2A まで対応しているのと、11V の 3A までも対応してますね。これで 33W が対応しているということになりますね。PPS に関しては普段使わない、限定されている機種しか使えることはまずないので、基本的には気にしないで大丈夫です。ですので、15W の 2A で最大の、30W 出力と見ることができますね。今度はですね、このバッファローのモバイルバッテリーが充電時にどれだけ発熱するかっていうのを計測してみたいと思います。方法は、まず、計測点を、ここと、ここの2つに目印をつけて、この2点を、5分ごとに測るという測り方でやります。で、出力が最大 30W なので、テスターと負荷装置を使って 30W 付近を、常に出すように、調整します。その上で5分ごとにこことここ、バッテリーの表面の中心を1個と、あと一番熱を持ちやすい端子部分ですね。端子付近の温度を測ってみるっていうのをやってみます。で、温度 A をこちら中心部分、温度 B を端子部分として計測していって、その際の出力も、何ワット出てるかというのを計測していきます。それでは実験してみましょう。まず、よいしょ。まず、PD の最大出力である、PD というか、このバッテリーの最大出力である 15V まで電圧を上げます。そして、負荷装置と接続して、負荷装置の方に 15V が来ているのを確認しました。この状態で消費電力を上げていって、30W 出るまで行います。だいたいこれで 29.9 なので、ほぼ 30W ですかね。はい。だいたいこれぐらいのものが出てきましたので、これでまず5分測っていきたいと思います。その前に、まず現在の温度を測ってみたいと思います。スタート間近の温度、A 地点が25度、B 地点が 25.6 度ということで、出力は 30W とします。それではスタートします。動画の方は、最後の方までスキップしますので、しばらくお待ちください。まず計測結果からなのですけれども、計測不能でした。なぜかというのを、これから説明いたします。まずなぜかというと、端子の部分、温度 B の部分が熱が上がっていくんですね。ちょっとこれだと読みづらいと思うんですけれども、
10分ぐらいの時に、温度 B のところが 39.6 度になりました。その後しばらく放置して、次の15分まで待っていたところ、急にリセットがかかったんですね。保護装置が働いたんです。なぜこんなことが起きたのかっていうので、いろいろ調べてみたところなんですが、41度付近、温度 B の地点がだいたい41度付近になると、勝手にじゃないな、このバッテリーの保護装置として、電流の上限を2アンペアから1.330アンペアに下げるっていう動作を行うんですね。そこに、だいたい最大約20ワットになるんですけれども、だから最大30ワットあった充電出力を20ワットに制限して、温度の上昇を抑えようとするわけです。ただ、その時に実際の出力を2アンペアから1.330アンペア付近に下げるっていう動作をするのではなくて、最大の、電流の上限を1.330アンペアっていう値に変更してしまうんです。そのため、2アンペアを出そうとしていたこちらの、負荷装置が1.330アンペアに対して2アンペアを出力しようとして、大きい出力を、得ようとした、大きすぎる、出力を得ようとしたがために保護装置が、こちらの、過電流保護装置が働いてリセットがかかってしまったということです。これは結構計測流せですね。勝手に出力が制限されるっていうのはよくあることなんですけれども、出力モード自体を変更されるっていうのはさすがに想定外でした。そのために安全なんだといえば安全なんだとは思うんですけれども、意外とそういう罠があったなっていうところです。でちなみに、41度から温度が下がって、39度ぐらいですね。39度付近になると、また再び2アンペアを出力できるようになります。なので、この上下3度の幅で、1.330アンペア、要は20ワットに制限するか、30ワットフルスピードを出せるかっていう付近を線引いているわけですね。ただ、39度に下がったところで2アンペアをいっぺんに出すと、もう5分どころじゃないな。数分、2、3分、3分もすれば、また結局この1.330アンペアまでにも下がる温度にまで上がっちゃうんですけどね。そんな風にして、結構強引に出力を調整してるっていうのが分かりました。そのため、固定出力を、求めている、私の環境の負荷装置では、計測これ以上不可と判断しました。ただ、やり方としては、うまいやり方なのかなと思います。最大出力自体を下げてしまうことによって、熱暴走自体はかなり防げると思うんですよね、過電流による。20ワット以上の電力を求められても出せないっていう、もうそこを求められたら、こんな負荷装置のように固定していて、どうしても求めてしまうような場合は、もう無理やりリセットをかけてしまって、もう出力をさせないっていうことをしてしまうので、安全といえば安全な作りになっているのかなと思いますね。はい、それではですね、2台同時充電した時の挙動を見てみたいと思います。バッテリーの方の裏を見てみると、2台同時に充電した場合は 5V 3A の MAX15W の制限になるということで、通常の最大の半分になってしまうっていうのが、書かれています。その動作がどんな風なのかを検証してみたいと思います。まずは、こちらの USB ケーブルで現在64%まで、残っている iPhone を充電します。その次に、こちらの内蔵のケーブルの方を使って、テスターを通して、こちらの iPhone にライトニングのですけども、時代のですけども iPhone を接続したいと思います。それで充電が
一体どんな風になるのかっていうのを見たいと思います。で、iPhone 17の方の、充電はこちらの、ケーブルの方に表示されます。で、こちらの iPhone のいくつだったっけな、これ。多分11だと、11だと思うんですけれども、これを充電している、ワット数はこちらのテスターの方に表示されるようになっています。それではまず実験してみたいと思います。まず、こちらですね。こっちはもう全然使ってないので、カラッカラの iPhone です。こちらをまず充電かけます。そうすると、だんだん、充電速度が上がっていき、出力が上がっていき、7W、8W、9W、10、11、もうちょっといかないかな。まあいいでしょう。こちらの iPhone 11の方には今約 12W で充電をしています。これに対して、こちらの iPhone 17への充電を開始します。そうするとどうなるか。そうすると、そうですね。だいたい iPhone 11の方は7W から 8W で、17の方にも 8W いってますので、まあ、じゃあ 15W の充電になってますね。やはり、2台同時に充電しようとすると 15W に制限されるようです。合計 15W なので、おそらく PD、ここの、LED なんですが、PD 充電だと緑色に光るんですね。なので、これから見ても PD 充電が解除されてしまうということになると思います。なので、やはり高速充電をするときは1台だけで充電して、iPhone と AirPods を一緒に充電したいと思っても、2台同時に充電すると、ちょっと遅いなっていうことになりかねないということは、ちょっと充電が遅くかなり、ちょっとではないですね。かなり充電が遅くなってしまうということは、ちょっと念頭に置いといた方が良さそうです。はい、それではですね、今度は iPhone のバッテリーが残り 14% の時、ここから、このバッテリーで充電、最大 30W 出力のこのバッテリーで充電をさせて、30分後に何%まで回復できるかという実験をしてみたいと思います。それでは、充電を開始します。はい、充電開始しました。こちらも、100% から充電のマークがついています。はい、このまま30分、測ってみたいと思います。はい、30分経ちました。それでは充電がどこまでできたかを見てみたいと思います。はい、現在 74% まで充電済みとなってます。結構早かったですね。30分でほぼ半分以上はもう充電しているってことになりますね。残り、パーセントも 65% ぐらいになってます。結構、安定して 30W で充電できていたのではないでしょうか。かなりいい感じに充電してくれてますね。この時の温度ですけども、もう手で触っても全然熱くなってないです。ちょっと暖かいかなぐらいで、これでフルスピードで充電してたのってぐらい、本当に暖かいだけなので、使い勝手もとてもいい感じですね。ついでに表面の温度もちょっと測っておきましょうか。だいたい端子付近、ここら辺が一番熱くなるところですが、ここの温度がなんと35度。だいたい他の表面が30度、中心でも 30.4 度ですから、そんなに暖かくなってないのがよくわかりますね。これが半固体電池の、特徴というか、利点なところですね。ちなみに、室温はだいたい 23.7 度ぐらいです。とても、使いやすいバッテリーになっていると思いますね。というわけで、バッファローから出ている半固体モバイルバッテリーの、レビューをここまでしてきました。皆さんどうだったでしょうか？結構特徴的な動きをするなって思いましたよね。特に出力をしていたら、普通は、出力する電流を自動調整して
モバイルバッテリーからの出力を調整するんですけれども、モード自体を切り替えて 30W の最大出力を 20W に強制的に切り替えるっていう動作をするっていうのはちょっと意外でした。そのため20W になってからは温度がガクンとこう下がりやすくなっているので、また 30W で出力をそしたら元に戻せるようになっての繰り返しをこうするみたいなので、それで割と30W 出力を維持するっていう、なるべくたくさんの時間を維持するっていうことができているようです。そのため結構内蔵ケーブルをした時の充電速度は結構な速さだったんですよね。なので、これ単体で使っている分には非常にいい充電器なのかななんて思ってたりはします。注意点としてはやっぱり2台つなげた時に PD 充電が使えなくなってしまって、2台どっちも合わせて 15W っていうかなり大きな制限がかかってしまうっていうのが欠点といえば欠点ですね。やるとすればパススルー充電をするときにの入力として使うのが一番いいのかなと思います。こちらを iPhone とか、スマホにつないで、こちらを、USB 充電器につないでパススルーで充電をさせて、両方とも充電を寝ているうちに済ませるっていう使い方が一番、この充電器には妥当な使い方なのかなって思いますね。そう考えますと、スマホやワイヤレスの、イヤホン、スマートウォッチとかそういった複数台数の充電を同時に行いたいなって考えている方にはちょっとこのモバイルバッテリーは不向きかなって思います。おすすめができるのは iPhone とかスマホに充電をするためだけ、そういう使い方ぐらいしかしませんよっていう方にはもう1万 mAh もバッテリーの容量がありますし、ケーブルも内蔵で頑丈で作られてますし、30W の充電ができるということで、なかなかの速度で充電ができるということですから、これは、かなり使いやすいものなのかなと思いますね。そういう方にはおすすめです。それでは今日のクラ活レビューはこれで終わりにしたいと思います。もしこの動画が参考になったとか役に立ったなと思っていただけたら、高評価ボタンとチャンネル登録ボタンぜひよろしくお願いいたします。またこのチャンネルではクラウドファンディングを中心にはしているんですけれども、いろいろなガジェットのレビューをしておりますので、もしよろしければ、他の動画も見ていただけると嬉しいです。それではまた次回のクラガツでお会いしましょう。きつね丸でした。また見に来てくださいね。